Hi everyone, いつものようで今日はこの Makeup Forever Ultra HD Stick Foundation をレビューしてみたいと思うんですけど、これはMakeup Forever さんがこれをローンチするときにあったパーティーでいただいたものなんですけど、まだ使ってなかったんですけど、結構前からYouTube とかではこれを見てたのですごい欲しいなって思ってたんですけど、今日は試してみたいと思います。で、1日どれぐらい持つかも見てみるので、よかったら最後まで見てみてください。いつものようにウェブサイトを見てみたいと思います。 4K 映像対応のウルトラ HD シリーズにスティックタイプのファンデーションが新登場。つけていることがわからないほど自然な仕上がりなのに肌トラブルはしっかりカバーするミディアムからフルカバレッジのファンデーションじゃあ結構跡とかあるのでカバーしてくれるかな。そう、結構胸が持ってるのかってあんまりフルカバレッジではないんですね。だからちょっと早く見てみたいです。どんな感じか。クリーミーで滑らかなテクチャーで肌トラブルをしっかりカバーして潤いを与えながらじゃあ今ちょうど冬だからいいですね。手軽に使えるスタイリッシュで持ち運びに便利なデザイン。これ確かにでもスティックだから漏れもしないし、こうやって締めとけば絶対にカバンの中とかも汚くならないし、多分持ち運びあんまりスペースも取らないしいいかなと思います。伸ばすだけで簡単にベースメイクが仕上がります。ブラシにファンデーションつけても OK。 じゃあ今日はプライマーはしないで、これだけでどれぐらい持つか見たいのでプライマーはしないです。で、今日はだから半分はスポンジでやって半分はブラシでやってみたいと思います。じゃあまずはスポンジからですね。色大丈夫かな。ちょっと濃い、ちょっと色合わないかもしれないですけど、塗ってみないと分かんない。塗ってみたいと思います。まずは右側、これスポンジ側に、右側スポンジにしたいと思う。なんか塗り方とか書いてないからもういいか。まずはこんな感じで伸ばしたいと思います。スポンジででもわお、確かに素肌みたいかもしんない。全然つけてる感じには見えないですね、ファンデーションも。だけどカバーはされてないわけじゃない。でもう一回スワイプつけてこうやってやりたい。ここが一番ねあれですから、毛穴があるところだから、毛穴はプライマーすればなんとかなるんですけど。でも素肌みたいっていうのは嘘じゃない。全然してる感がないし、あと色ちょうどよかったかもしれない。すごい同じ色。じゃあおでこやってみたいと思います。おでこはちょっと今ちっちゃいブツブツみたいなのがまああるので、なかなかいいかもしれない。なんかナチュラル見える。ほら、ここどうやって半分にすればいいんだろうできた。鼻にも伸ばすのもそんなにすぐ馴染んでくれる感じではあります。そんなに伸ばすの大変じゃないです。じゃあもう一回セカンドレイヤー。今おでこは多分セカンドレイヤーいらないんですけど、ここら辺はまだちょっと1レイヤーだけだと赤みが胸の場合だと見えちゃうので、もう1レイヤーしてちょっとなんか厚化粧みたいな感じにならないかどうか見てみたいと思います。これでもしレイヤーして厚化粧みたいにならなかったら本当に持ち運びにいい気がします。隠れたな。であんまりあれしない。いいかも。わお、これは気に入った。なんでずっと使ってなかったんだろう。なんかね、すごい期待してるからがっかりするのが嫌でずっと使ってなかったんですけど、これはすごいこっちはしててこっちしてない。すごい自然だけどでも隠れてはいる。でも全然嘘じゃない。ウェブサイトに書いてることは。すごい。だから
自然に隠れてます。ただ少しコンシーラーはしたいと思うんですけど、でも全然綺麗。わおわお。毛穴ももちろんプライマーとかしてないので少し毛穴に入っちゃってるんですけど、でも普通のファンデーションの時はもっとひどいんですね、毛穴に入る感じが。なのでこれはすごいと思います。じゃあ反対側はブラシでやってみたいと思います。使うのはこういうブラシです。そういえばこれぐで玉なんです。可愛くないですかはい、じゃあこっち側もやってみたいと思います。スポンジだとすごく伸ばしやすかったんですけど、ブラシはどうでしょう。ブラシでもブラシでも全然伸ばしやすい。じゃあおでこをやってみたいと思います。ブラシで。そう、さっき言ったようにデコボコがすごい多いので困っちゃうんですよね。だからなんかデコボコのって結構なんか化粧上からするとなんかほんと隠そうとしてんなっていうのがすごいバレちゃうんですけど、こっち側は全然そんな感じじゃないので、ブラシはどうだろう。今のとこはスポンジの方が気に入りました。でもやっぱりさっきこっちはスポンジだったらこっち1レイヤーでいけたのに、こっちちょっとまだ赤みが残っちゃってるので、やっぱスポンジの方がカバー力は残ってるような気がします。じゃあこっちももう1レイヤーやってみたいと思います。トゥトゥドゥ。やっぱりスポンジの方がムラにならなくて塗れる気がします。こっちがスポンジでこっちがブラシ。あんま変わんないんですけどね。あんまりそんなに見た目的に分かるほどじゃないですけど、よくよくもう選ばなきゃいけないってなるんだったらスポンジの方がいいと思います。スポンジの方があんまり、毛穴に入ってく感じはしないです。だからスポンジの方がいいかなと思います。こっちがブラシです。あんま見えないんだよな、カメラだと。ここ全体的になんか毛穴に入ってっちゃってるんですね。でもこっちはそんなことないです。ちょっと入ってますけど量的にがこっちの方が少ないので、モネはスポンジの方が気に入りました。じゃあ残りの化粧を終わらしていきます。はい、全部化粧を終わらしてきたんですけど、別に他のする時も動いちゃったりはしなかったです。でとってもなんか全部ウェブサイトに書いてあることは本当な気がします。もう落としちゃったよ本当にクリーミーでとっても伸ばしやすくて良かったです。ただやっぱりブラシよりもスポンジの方がいいかなって感じです。化粧してからはこんな感じです。少し今もうすでに鼻にこうやって入っちゃってるので、あと6時間後ぐらいにどうなってるのかそこ気になります。ただ他は別にとってもいいと思います。毛穴に入っちゃうのとかプライマーを使えばなんとかなるので、そこは多分大丈夫だと思います。カバー力はとっても良かったと思います。でも超フルカバリッジじゃないので、まだ自然に見える感じだから、色がすごいちょうどよくてすごい嬉しかったです。なんかこうやって伸ばしてみてもなんか素肌みたいな感じだったので良かったです。で今が1時15分なので6時7時ぐらいにまたチェックインしたいと思います。はい、で今ちょっと過ぎちゃって8時なので7時間ぐらい経ったんですけど、おでこは多分何にも取れてないと思います。でここら顎だけちょっと取れちゃってるんですけど、でも顎はもうねいつもなぜか取れちゃうのでそれはいいとして、ただやはり鼻じゃあポーレンド・ジョのちょっとごめんなさいあれだけじゃなかったですね。これもやっぱり鼻はこういう風に固まっちゃってすごい汚い感じになっちゃってます。ただでもその他は全然ここの毛穴のプライマーとかしてないにもかかわらず、あんまり毛穴のところに入っちゃったりはしてないです。あんまり乾燥のあれもあんまりないし、そんなにテカってないです。ちょっとはテカっちゃってるんですけど、でもそんなにテカってないし、手で触ってみてもファンデーションはつかないです。今日はプライマーも何も使わないでやってみたのにこんな感じなので、
ちょっとプライマーも使ってみたいです。これすごい今日は気に入りました。最初に話したようにこれはいただいたものなんですけど、そのパーティーの行ったブログもあるのでよかったら見てみてください。英語なんですけど字幕ついてます。And I hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys in my next video. Bye bye!